こんにちは、アンナスです。今日は3COINSで買った300円じゃないんですけど500円のバッグを、これに刺繍しようと思います。色を塗って遊ぶそういう手芸キットみたいな感じで売ってたんですけど、私はちょっとここに刺繍を出したりしながら、アレンジしてみようかなと思います。ちなみにこのパッチワークは先週までの YouTube 土曜日にライブやってるんですけど、その時に作ったパッチワークです。で、服につけようと思ってずっとやってたんですけど、やっと出来上がったので今日着てます。もしよかったら皆さんもライブ見て作ってみてください。それでは今日はこちらを作りますので、手元の方にどうぞ。はい、ではちょっとやっていきたいと思います。なんか面白そうですね。見本は全部塗ってないですね。こういう風に塗りますよっていう感じの見本なんですけど、ペンまでついて500円ってすごい。で、ちょっと試し塗りしたいんですよね。この色に対してこのペンがどれぐらいつくのか、見えないところに結構にじむけど、でもいけるか。ちょんってやってちょんちょんちょんで塗っていけばいいってことですね。で、全部面を埋めるのが大変なので、面を埋めるのはできるだけペンで塗って、であと刺繍糸はこんな感じの色を用意してきました。で、色決める時のポイントとしては、こうやって刺繍糸って束で置いてあるんで、束のままで見るのと、今日線で刺繍しようと思って、ここの線をなぞろうかなと思うんですけど、線で刺繍するときは6本取りのこういう1本で出してみてください。なので線で刺繍するときは、この紫、これ薄い紫なんですけど、これもしかしたら紫に見えないかもしれないだから微妙に薄めのピンクとか薄めの黄色とかをもし用意される場合は全部白になってしまうので、結構はっきりした色を用意するといいですね。そうすると線で刺した時違いがわかるんですけど、薄い色ではちょっと用意しない方がいいです。ワントーン濃くしていく、全部っていう、線の刺繍あるあるなんですけど、それを意識して用意するといいと思います。私と同じ色にされる方は番号を概要欄に書いているので、それを参考にしてください。で、裏には映らないけど、一応下敷き入れた方が良さそうですね。はい、では塗れました。もう割とね、一瞬で塗れた。もうこの面積刺繍しようと思うとそんなとんでもない、もう10分15分でできないので、さすが塗り絵だなとちょっと感動しています。じゃあ早速刺繍を入れていきます。このペンになかった色でどうしても面を埋めたいなと思った色があったんですけど、白ですね。で、ここをお花を白で刺繍しようと思います。ちょっとここは面を埋める刺繍をしますね。で、枠はめて、で、サテンはもう大変なのでチェーンステッチで何本取りにしよう。6本取りだとざっくりすぎる。4本ぐらいにちょっとしとこうかな。4本で4本取ってセットして、もう玉留めで始めます。どうしようかな。線の内側の方がいいのかなちょっとやってみないとわかんない。
とりあえず線の内側で全体的にやっぱ黒い線が見えてるっていう状況に今なっているから、中を塗りつぶしたいんで、線を残す感じで、チェーンステッチの説明してなかった。途中ですけど、まず出します。で、同じ穴に刺して、少し先2ミリぐらい針を出して糸をかけて上に引っ張ります。で、糸をこうやって押さえておくと、私右利きなんで左手で糸をちょっと押さえておくと、もうここに糸がかかっているので、抜くだけなんで作業が1個減って早くできるようになります。わかんない人は一つずつ丁寧にやった方がいいですね。で、面を埋めるときはまずぐるっと一周埋めます。はい、これで一周できたら、最後の一粒は一番最初に作ったチェーンステッチを布と糸の隙間にこう横に渡して、で一番最後に作ったチェーンステッチの穴に刺すと、これで綺麗にナチュラルな感じでチェーンステッチが埋まります。で、まず今1周目埋めたんですけど、2周目、3周目はもう1列やって終わりぐらいの感じかなと思うんですが、そんな感じでこれ花びら全部埋めていきます。まず出して同じ穴に刺して、ちょっと針を出してかけて引っ張るですね。はい、ここまでできました。ここがチェーンステッチ全部埋めて、でこっちも同じようにしようと思ってるんですけど、先にチューリップをやってみました。でチューリップの刺し方は、まず手前を全部埋めていきます。そしてその次、こう重なってるものは全部で見えてるとこ先にやって、でその次その次その次でこう順番に奥に行くので、1,2,3,4の順番で刺していきます。で今回はその黒い線がプリントされているので、これをできるだけ残した方が仕上がった時にまとまって見えるんじゃないかなと思うんで、ここわざと残そうと思ってます。だから少し隙間を空けて、黒い線が少しでも、今ちょっと上かぶってるんですけど、できるだけ見えるように残して中を埋めていきます。でさっきチェーンステッチの終わり方を説明してなかったんで、この中途半端なんですけど、このチェーンステッチの終わり方は、チェーンの一番最後のチェーン作ったら、チェーンの外側に針を刺すとこれで止まるので、玉留めしてもいいですし、裏に絡めていっぱいぐるぐる絡めてもいいし、結構ね、線の刺繍の時に裏に絡めるのって外れやすいこともあるんで、こうやって一回通した後もう一回通すと輪ができるんで、その輪にくぐらせて引っ張ると、玉留めですよねと同じことができるので、それでギリギリできるとちょうどいい感じになります。ってことで、ここをチューリップやって、でこのお花はこう外側をやって、2周目3周目これと一緒でって感じで、花だけちょっと面を全部埋めようかなと思います。そうすると平面的に塗ったところと刺繍してちょっとこうポコッと出てるところの変化がいろいろあって面白いかなと思うので、ちょっとそういう感じで地道に全部チェーンステッチで埋めていきます。ではこれで出来上がりです。ちょっとね、ここのお花は3周だけしました。中はわざと開けています。ちょっとパンジーみたいな感じで。で結局線の刺繍とかはせず、ただ面を埋めていくだけの刺繍を3箇所4箇所やって、であとはこのペンの3色で塗っただけなんですけど、結構可愛い感じに仕上がって
ちょっと使いたいなみたいな気分になるのができました。これで多分ね、色を全部もったいないからって全部使ってしまうと結構子供っぽい感じでガチャガチャすると思うんで、なので、暖色系でやりたい方は、例えばこの黄色は多分どっちでもいけるんで、この組み合わせとかでやってもらうといいと思います。で、これに刺繍糸をちょっと暖色系の似たような色で合わせて、黄色はこの黄色入れてもらってもいいと思うんですけど、っていう感じでちょっとね、なんか全部使わないといけないっていうイメージがなんとなくあるんですが、それはちょっとぐっと我慢して厳選する方が綺麗にいくと思います。ちょっと塗り方雑ではみ出てますけど、これは味ってことで、はい、これいいですね。ちょっとここ最後までやらなかったのもなんかグラデーションっぽくて良かったと思います。大満足の1枚になりました。なんかこれピンクもあるそうなんで、もしよかったらピンクやってみてください。では以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタン、あと会員制のサイト毎月の刺繍っていうのを、私がやってるんですけど、そこも良ければぜひ、毎月一つ新しい図案をアップして、で、毎週限定ライブもやったり抽選会して私の作品プレゼントしたりみたいな、なんかいろいろワイワイやってる、サークルみたいなのがあるんですけど、もしよければそちらも図案たくさんあるんで、過去のも全部ダウンロードできるんで、よかったら見に来てください。あとここで教室やったりとか、この1階でお店やったりとか、結構いろいろやってますので、よければ遊びに来てください。それではさようなら。